はい。6個 ?6 スタートしたよ。はい。6個ね、上からね。はい。 6個。ニュース。ニュースが項目か。1、2、3。は。はいい。ニュース項目。そうですね。だいぶ未来図入れずに。未来図入れて7。で、ボールだけちゃんと用意していて。もし忘れてたらボールは言うから。はい。言ってください。大丈夫です。未来図のボールは大丈夫と。はい。で、よしが英語。はい。あれはボールに値上げとかじゃないですか。まだストックとかあるんですか？まだストックとかまだたくさんあるんですか？いや、そこまで管理してないんだけど、ストックは多分ある。URL の書いたやつは。これ。なんかどっちが人気ってあるんですか？なんか黄色と赤とかって。赤ですかね？そうだね。販売は赤だね。販販売は赤。で、試合は意外に、試合で使ってるのがさ、ナイトゲームが多いから意外に。はい。なんか黄色が早くなくなっちゃうんだよね。試合で消費する分は。そうか。売れるのは赤。でちょうどバランスいいのかもしれない。やっぱ自分も買うとしたらなんか赤買っちゃいますもん。なんとなくね。はい。なんとなく赤だよね、買うのはね。見やすいのもあるんですかね？見やすいのも。見やすい？なんか赤の方が見やすいじゃないですか。昼間だと特に。ああ、そうだね。でもそうそう、だから Amazon で買ってもらうと、でどういう人が買ってるのかも全然わかんないからね、団体とかないんですか？たまに。ない。複数個一気にっていうのはあんまりない。時々学校の先生が買ってくれたりするけど、大体個人の人が。でも一人トレーニングってネットみたいにつけるんですね、ボールに。ゴムつけて。なんかあれも一緒に販売したらちょうどあれ一人で練習する用の？はい。なんか一回ね、なんかで買ってたよ。ボールにくくりつけて、腰にくっつけて、ビヨーンのやつ。ただあれ、早く蹴るごとに倍ぐらいのスピードで蹴る。そう。怖いですよね。一回ゴム伸びて帰ってくるから、なんか怖いよね、あれね。そう。なんかちょうどね、緊急事態も出てるんでね、なんかいいのかなと思ったりするんですけど。確かに一人でやれるのは、これさ、ちょっと音がさ、すごいうっすらだけど、後ろで鳴ってるぐらいは大丈夫だよね。関係ないよね。本当？すごく遠くに聞こえるけど、まあ、あんまり気にならないんだけど、はい、大丈夫だね。はい。今そうだね、大丈夫だね。OK。で、たまにニュースで、自分のダブル顔が見えるのがちょっと嫌ですね。変な感じ。もうそれしょうがないよ。もうあと1分ぐらいなんじゃないか？ 1分ですか？本当だ。出ないね。出ません。はい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 。
エーフェルジャパン TV2021 年の第3回目、海外にもこちら発信するため、ヨシは英語でお送りしています。今回はライブで行っているんですけれども、この後、YouTube の公式チャンネルのところにアーカイブ載せておきますので、どなたでもご覧いただけると思います。ヨシ。Yes. So yeah, it's our third of the year. So yeah, only third time. And yep, I'll be speaking in English, trying to give some AFL Japan news to the worldwide. It's our first time doing live in English and Japanese. So let's see how we go. はい。2021年7月13日水曜日、改めまして AFL ジャパンのニュースをお届けする AFL ジャパン TV は私、榊と吉の2人でお届けしています。こちら不定期のアップとなるんですけれども、今回はライブ配信ということで、ライブでやったり、録画でやったり行いますので、ぜひチャンネル登録していただきお楽しみください。早速なんですけども、ミライズが、はい、練習活動を1回はできたんだね、この間に。Yeah, so after the third lockdown is over, we were going to train, but it was raining and cloudy. There's a lot of weather issues as well. So finally, last Sunday, we had our first training. As you can see, it was stinking hot, humid, and yeah, we had a good training. But obviously, we're going to go on lockdown once more from yesterday. But this what happened. Can you see this? This is our footage. なんかボールが割れたって話は聞いてたんだけど。Yeah. So this is our footage, as you can see, and then it exploded. 通常はこういう感じ、こういう縫い目があるんだけども、そこの中からゴムが出てきてしまった。Yeah, I can't believe it. I mean, we haven't been playing for a while, and obviously we had a bit of a stress as well. And then we booted a ball for about 30 meters and just exploded midair. So yeah, it was really funny training. プレイヤーはびっくりしてたのかな？バンってすごい音が鳴った。One of the girls was a bit surprised because I actually made a little explosive noise as well. But no, nobody was hurt except for this poor little ball. So we will wait till after summer, and then we will open a new ball to restart our training. まあ爆発によるね、怪我人がいなかったということで安心しましたが、ライブ配信を先週日曜日ですね、日曜日に緊急事態宣言が出された後に、まあ、協会としては公式の記事ですとか、あと公認クラブにはメッセージを出してるんですけれども、なかなかそれ以外の方ですとか、プレイヤー、スタッフまで隅々届いてるかなという不安があったので、まあ、違う広報の仕方でいろいろやってみようと、まあ、こういうふうにライブ配信でリーグマネージャーとして私も出させてもらったんですけれども、これちょっとメッセージうまく伝わったかな？I hope so. I hope so. This is our fourth lockdown of the year, fourth lockdown so far since the COVID-19 started. And we thought we'll do a little bit of live situation. So it's really funny to see double me wearing the same shirt. But I had a chance to interview Toyoshi, the A-League manager, and Michito for the Go League manager. And it was about half an hour long. Hopefully the message was crossed smoothly as well, that AFL Japan will not be doing any trainings and events until the lockdown is finished. And I hope people are satisfied. そうですね。まあ、各個人いろいろな考え方がありますし、ただ大事なのは、協会のメッセージと、皆さんの意見をね、うまくコミュニケーション取りながら、こういう難しい時期乗り越えていきたいと思うんですけれども、まあ、緊急事態宣言といっても、オーストラリアではちょっと、形が違うのかな、日本の緊急事態宣言とオーストラリアのいわゆるロックダウンというのは。Yeah, we often use the word in English like state of emergency, but I think state of emergency in Australia and Japan is quite different. So lockdown in Australia is lockdown, so you can't go outside unless you want to go to a supermarket or a doctor, and some places you get penalized. But in Japan, it's just a warning, please don't go outside, and it's not so clear from a government point of view. So I think there's a lot of young people who wants to train and play and go outside, and there's who are a little bit older wants to stay home and look after ourselves. So there's a two different view of point. But the main point is that from AFL Japan point of view, we will stop training and trying to look after ourselves and follow the Japanese standard of the state of emergency.
そうですね、日本ではお願いというのが基本になってしまうんですけれども、オーストラリアも日本もこの感染をね、なんとかして食い止めたいという気持ちは一緒だと思うので、こういう大変な時期ではありますが、頑張って乗り越えていきたいと思います。で、こちらに関係するんですけれども、A リーグの日程に関しまして、再延期ということで案内は出していたんですけれども、この前、先日のライブ配信で、A リーグマネージャーの豊島さんから、9月5日日曜日を軸にちょっと今調整をしていると。そして今週末にクラブ代表者会議を予定しているという案内があったので、そこでの最終調整になると思うんですけれども、現時点で秋以降に予定をしていると。Yes, so yeah, of course it's not finalized yet, but through the interview, the A League manager told us that it will restart on the first round will be the 5th of September. And I believe they're going to have another meeting this Sunday to finalize the actual date if they want to postpone again or not. But regardless of that, I think after the August 22, we'll be starting to train again. So hopefully the first game will be around September. よしもよく質問とかで気にしているけれども、そのプレイヤーのトレーニング期間だとか、やっぱこの間ってなかなか十分にトレーニングができないと思うし、チームトレーニングもできないと思うんだけど、その兼ね合いもあるよね。いつその緊急事態宣言明けて、どれぐらいその開幕まで必要かっていうのがね。It really depends on people as well. Like people like me, I'm over 30, so I really need a long time to train and warm my body up as well. It's a physical contact as well. And last thing we want is injuries. So I really understand that. I believe we need about a good 1 month to train before you can hit the ground. But yeah, I think A-League teams has covered all, so it should be fine. そうですね。そして A リーグがあれば GO リーグもあるということで、GO リーグの方も秋以降に再始動するのを目指してるんですけども、今のところは GO リーグとしてきちんとリーグ戦を戦っていくのか、それともクラブのリーグ参加費の負担等を減らしてですね、もう少しカジュアルな形でカップ戦を行って2021年の GO リーグにつなげていくのか、今クラブ間同士でもリーグ同士でもコミュニケーションを取りながら調整をしているんですけれども、新しいアイデアとしてそのカジュアルにカップ戦をどんどん回していこうというアイデアも出てると。Yeah, I really like that idea. I mean, obviously 2020 was a very tough year, and 2021 is an even tougher year for Go League because we can't travel to Osaka and back and forth. So I thought that was really nice. A bit of a friendly game, bit of a tournament, get some involvements from different clubs as well and in different places around Japan. And then hopefully 2022, we're going to have a great year or great season ahead. そうですね、今の時点では仙台の方でフットボールクラブ立ち上げを準備してたりだとか、例えば宮崎グランドスウェールズっていったところで立ち上げを準備してたりだとか、あと協会とかGOリーグでは名古屋レッドバックスというクラブがあったので、そちらの方のまた再建も目指しながら2021年を迎えたいなと、そういったところですかね。Yeah, so fingers crossed. Yeah, I think this year we're going to do some little bit about trainings and moving our bodies and exercise and bonding. And next year will be an exciting year for us, or for the Go Leagues. そうですね。さあ、続いては A リーグ、GOリーグときて、キッズチームですね。キッズたちも一旦は緊急事態宣言出ちゃうとやっぱり活動できないんですけども、出てない期間に活動が再開できたと、6名ぐらい戻ってきてくれて、このようにこれ、キッズチームのデベロップメントの方のインスタグラムなんですけれども、楽しく体を動かしてくれたと、しかも大学生のコーチも入ってくれて、いい雰囲気の中、フットボールを楽しめた。これはポジティブなニュースで。Yeah, it's really nice to see the Japanese kids are starting football at such a young age. And I really love university students helping out as well, because not only, it's development for the kids as well, but development for the university students as well. So mentally and physically, it's going to be fun. But for now, they're stopped. And I'm sure they'll be back in, late August maybe. そうですね。そうですね。やっぱりこういう期間中はまた閉じざるを得ないんですけれども、また保護者の方からも嬉しい声を伺って、こういう運動のチャンスがあってよかったですっていう声をいただいているので、なるべく早くまた再開できるように願ってます。そして次が、今度はさらにちょっと視野を広げて AFL アジアですね。皆さん、もう行ったり来たり。ぐちゃぐちゃになってしまってるんですけれども、AFL アジアという組織がありまして、今のところ、昔は AFL 傘下、そのままの傘下だったんですけども、間に AFL があって、
間、AFL アジアがあって、そして AFL ジャパンがある。まあ、そういう仕組みになってます。そして AFL から年間の補助金、助成金もいただいてたものを、今度は AFL アジアと連携をしながら、そのプロジェクトごとに補助金をもらって、日本でのデベロップメントを進めていくと。さらにこの AFL アジアに入っているということは、AFL アジアに入っている他の、例えば AFL インドネシアだとか、AFL チャイナだとかの情報を共有しながら、プロジェクトを進めていけるので、まあ、この辺もエキサイティングなことになりそうかな。Yeah, definitely positive news. Obviously, we had a strong relationship towards Australian AFL, the actual AFL itself, to Japan. So now there's Asia in between. Yeah, the head of AFL Asia, Simon's been helping us, and we had a monthly meeting as well. So hopefully, project by project, we're going to get some monetary support. That way, we can have a great lead for us as well, and then we can share a lot of information within the Asian countries as well. So great news. そうですね、今はもうオンラインで AFL ジャパンと AFL アジアと月に1回ぐらいミーティングして打ち合わせしようっていう話になっていて、まあ、過去2回ぐらい連続で打ち合わせをしてるんですけども、素晴らしい情報交換ができて、どうやって AFL をアジアに広げていくか、またそういう視野の広いことをミーティングで話すことで、また新たなアイデアとかも入ってきてるので、こちらはまた AFL アジアとの連携もお楽しみにしてください。そしてまあ、ここからは少しちょっとフライング気味に案内をしてしまうんですけれども、まあ、せっかく AFL Japan TV ご覧になっていただいているということで、なかなか、情報、ちょっと公式の情報の前なんですけれども、こちら、普段オーストラリアンフットボール協会では、公式ボールですね、革の公式ボール、このように、今載ってるのは AFL Japan の公式ショップなんですけれども、公式ショップと Amazon の方で革のボール販売をしてるんですけれども、昨今その原材料というかこの原価が上がってきたのをなんとか我慢してたのが、そろそろちょっと我慢できなくなってですね、なるべく赤字にならないように協会の少しでもプラスになって運営が回るようにちょっと値上げを今検討してます。おそらくですけども、1000円ほどの値上げになると思いますので、秋以降、今のところまだ未決定なんですが、おそらく9月頃に値上げをせざるを得なくなってしまいますので、もし、これ見ている方で、ちょっともうそろそろ買おうと思ってた方っていうのは、8月末ぐらいまでに買うと、このままの値段、7980円ですね。で、購入できると思います。Yeah, I mean, we don't have a huge audience, but yeah, if you're thinking about buying footy, especially during the lockdown or whatever, yeah, get it on now because you're going to be saving about 1,000 yen. And we use this for official A-League game as well, and it's real authentic leather, beautiful ball. So it's got the AFL Japan logo as well. So yeah, for the special viewers only, only for a couple of months. So get down there and you get 1,000 yen off at that, the fixed price of 7,800 yen. So yeah, that would be great. そうですね、なかなか買えないこのAFL Japan のロゴ入りですので、ぜひご検討ください。ということで、本日ライブ配信でお届けしてきましたが、ニュースは以上となります。東京には緊急事態宣言出てしまいまして、オーストラリアンフットボール協会は東京メインの活動もありまして、そちらの方なかなか活動が止まってしまうんですけれども、こういう困難な時期も我々、これ今リモートで行ってるんですけども、こういう工夫をしながら、なんとか AFL Japan、そして AFL アジアも盛り上げていきたいですね。Yeah, I think it's a really good opportunity. It's a remote work as well, but you and I are doing remote work and we're still talking to each other as well. So I don't see why you can't talk to other people online as well. We have great tools of internet and YouTube as well. So get on there. You're not alone. Everyone's on the same boat as well. So if you have a chance, grab a ball, do some little bit of training in the park or something by yourself, and keep watching your channel. Thank you. そうですね。また、それでは次回、AFL Japan TV でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。さよなら。Thank you. See you. Bye bye. はい。はい。お疲れさんです。お疲れさんです。最後終わっちゃいましたよ。最後のさ、よしの英語でバーってまとめたのがもう本当に何言ってんのか聞き取れないから
早すぎて、なんかすごいかっこいいこと言って、なんでみんなが世界でこれ話し合えないんだろうと。このインターネットを使ってとかって言ってるぐらいしか分かんなかったね、最後。綺麗にまとまってたのかな、英語では。いや、勝手に終わってましたね、自分で。全然いいんだけど、全然終わってもらっていいんだけど、すごい まとめ出して、かっこいいこと言ってんだろうなと思いながら、後で YouTube 上がった時に翻訳か、字幕見てみるけど。そうですね。そうですね。一応連絡したんでね、ちょっとこう時間があればライブでチェックして見てくださいと。やっぱこれ難しい。やっぱ日本語、英語難しいし、リモートだとね。なんか難しいですね。これ見てる人も感じるものがあるので。そう。いや聞けなかったらって聞けるけど、なかなかねあんまり聞いてるのももどかしいし。でちょっと慣れてきたのかどっかで聞いてみてもいいね、これ。日本語と英語で聞きづらくないかとか、日本語を話す人と英語を話す人にね。まだお互い慣れてないところもあるもんね。このよその2人でも慣れてないから、あんまり。いや、そんなことないですよ。自分はだんだん英語が慣れてきましたけどね、でもそれがまた早すぎて分かんなくなっちゃうかも分かんないですけど。なるほど。でもで、次回までには、また、ちょっとなんだっけ、レポーターとか、コレクターの話。そうですね、コレクターの話もしないといけないんで。できなかったから、それ、ちょっとなんとか入れてもらって、はい。どれぐらいかな ?2 週間後ぐらいにはできるのかな、もう一回。そうですね、またライブかライブじゃないか分かんないですけど、またお話しして。うん。かな大丈夫そうだったかな。はい。はい。無事に終わったということで、よし、お疲れさん。お疲れ様です。